はい、こんにちは。今日はですね、ライトルームを使って写真編集をやっていきたいと思います。ライトルームですね、このYouTube で紹介するの初めてになります。で、他にもですね、画像の編集アプリたくさんあるんですけど、私はですね、ローで写真撮影してるので、そのローを編集するときはこのライトルームが一番いいかなと思ってます。で、今日ですね、画像加工していくのは、この前キューバで撮った写真たちですね、を、編集していきたいと思うんですけど、特にこのクラシックカーとかですね、の車の色の編集とかをやっていきたいと思います。でですね、こんな感じでたくさん写真を撮ってきたんですけど、今回使ったカメラは、キヤノンの EOS M6 っていうミラーレスのカメラですね、を使ってます。で、こんな感じでね、素敵な街並みがたくさんあったんですけど、この壁画のポパイとかね、描きたいみたいな、プロクリエイトで描きたいみたいな感じになって写真撮ったりしてましたね。あとはこういうなんか人撮ったり、おばあちゃんとかカメラ目線してくれたりしたので、おばあちゃん撮ったりとか、あとは本当にたくさん撮ったので、一番たくさん撮ったのがこの車の写真なんですよね。なので今日はね、車の写真の5枚を、ライトルームで画像加工ですね。このやり方を紹介していきたいと思います。はい、じゃあ始めていきます。ライトルームですね、左側に、フォルダがあります。これカタログって呼ばれるものなんですけど、私はここ年度別に分けています。で、新しい写真を入れ込みたいときは、右下のプラスボタンからカメラロールっていう写真フォルダの中から、インポートしてもいいですし、SD カードから直接読み込みたい人は、この iPad のType-C のところに、アダプターを挿してそこに SD カードをつないであげたら、このライトルームの中に直接読み込むこともできます。で、今回はですね、あらかじめ読み込んでおいた写真、クラシックカーの写真を何枚か編集していきたいんですけど、初めはですね、ちょっとオーソドックスに、ちょっとこういう暗すぎる写真を明るくする写真加工をやっていきます。で、右側のタブのところですね、ここに、色調を調節したり、フィルターかけたり、トリミングしたりっていう項目があるんですけど、まずはですね、この一番上の色調調節、ここから進んでいきます。で、まずなんですけど、このライトのタブのところからシャドウを引き上げていきます。今手前のところがね、結構暗くなっちゃってるので、ここでシャドウを引き上げてあげると、結構人のディテールとか見えてきますね。で、シャドウを上げたままだとちょっとぼやっとした印象になるので、黒レベルをちょっと下げてあげると結構画像が締まりますね。で、次ハイライトをちょっと変えていくんですけど、ハイライトをコントロールすると、この車の上のところが結構変わりますね。下げると色が見えてくるし、上げると結構白がぶっ飛んでいきます。で、この状態で私はハイライトを下げて、少しディテールを見えるようにします。で、白レベルをちょっとだけ上げる。で、こうすることで結構パキッとした印象の絵になります。で、ちょっと今ね、色が青すぎるので、ここで色温度を上げてあげて、少し暖かいイメージにします。で、さっきやった色調ですね。シャドウを上げて、黒レベルを下げる、ハイライトを下げて、白レベルを上げるっていう調整は、結構やるんですけど、暗く撮りすぎてしまった絵とかにですね、これをやってあげると、初め見えてなかったものとかが結構見えてきたりして、はっきりさせたい時とかには結構おすすめの加工です。で、こんな感じで完成なんですけど、画面タッチすると一番最初、修正前に戻ります。で、離すと、これが完成形の絵になります。はい。で、もう一つですね、同じような編集方法でやっていきたいんですけど、これ今車の中撮ってるんですけど、かなり暗いので、さっきと同じようにシャドウを上げてあげる。すると結構見えてきますね。で、シャドウを上げてあげて、黒レベルを下げてあげる。で、ハイライトを落として、白レベルを少し上げてあげる。そしたらね、この左側最初潰れてたところが結構見えてきますね。
で、これはですね、ローデータで撮ってるからできることなんですけど、JPEG で撮っちゃうとなかなかここまではできないんですけど、なのでね、ローデータで撮ったら、後からいくらでも写真が蘇るので、ぜひね、皆さんもローデータで撮って、ライトルームで写真編集してほしいと思ってます。で、こんな感じで最終形ですね。最初がこれ、真っ暗ですよね。で、最後がこれですね。で、ちょっとズームしてハンドルのところを見てみると、かなりディテールもしっかり蘇ってきますね。で、これがね、シャドウのコントロールの話でした。で、次行きたいと思います。で、次なんですけど、画像の一部分だけの色を変えたいだったりとか、色を、明るくしたいっていう時に使うテクニックです。で、この画像で言うと、右下半分ですね、車のところだけを明るくしていきたいので、その時は部分調整です。この右のバーの下から2番目、ここが部分調整なんですけど、この状態で左のプラスボタンを押して、今回はグラデーションの、長方形のグラデーションのツールを取っていきます。で、色調整したいところだけをこう赤でかぶさるように、グラデーションをかけてあげます。で、後からこの位置だったり幅だったりっていうのは変えれるので、ここでね、赤でグラデーションを覆ってあげて、この状態で右側、ライトのところに行って、露出を上げたりとか、さっきみたいにシャドウを上げたりしてあげると、右下半分だけが調節することができます。はい。で、次紹介するのが、スポット修正ブラシっていうのを紹介します。画像のいらないところとか、ちょっと消したいところを消すときに使うツールなんですけど、この床のシミみたいなのを消していきたいと思います。サイズを調節して、いらないところを、くるっと囲ってあげると、もうそれだけで消すことができます。で、こんな感じで手前のところをきれいにしてあげて、この画像は完成になります。で、どんどん次行きたいと思います。あと2枚やります。で、次なんですけど、この画像ですね。この黄色いタクシーの画像なんですけど、ココカーと呼ばれる、ココタクシーと呼ばれるキューバのタクシーです。これのね、色をちょっと調節していきたいと思います。で、さっきから言い忘れてたんですけど、このレンズタブのところにレンズ補正をしようっていうのがあるので、もしローデータで撮ってる場合はこれをオンにしておいてください。で、これはですね、このレンズの歪みを自動的に補正してくれるやつなんですけど、今キヤノンのレンズで撮ったら、そのキヤノンのレンズに合わせて歪みを補正してくれる。で、例えばこれをニコンのカメラで撮っていたら、ニコンのレンズの曲線に合わせて、自動的に補正してくれます。で、これもですね、ローで撮影した時だけできることなので、ローで撮影してる方はここ、レンズ補正オンにした方がいいかなと思います。で、この画像に関してはですね、画像の一部の色だけを変えたいときにどうするかっていうのを紹介していきたいと思います。で、このカラータブのところから行くんですけど、車の黄色いところだけを色を変えていきたいと思います。上の虹色マークのところ、ここを押してもらって、そしたら下に項目出てくるので、この状態で黄色のところを選択します。で、ここで、色素を変えたりとか、サイドをいじってあげると、黄色い部分のサイドが変わります。黄色い部分だけがこう白黒になったりとか、バキバキのビビットになったりします。で、色相っていうのは色合いのことですね。オレンジになったりとか、こうやって黄緑になったりします。で、輝度は明るさです。黄色い部分が白っぽくなったり、黒っぽくなったりします。これが輝度です。で、このやり方でもいいんですけど、もう少し明確にやりたい人は、カラーミックスっていう文字の横にこういう十字架みたいなマークがあるんですよね。で、これを選択します。で、この状態で変更したい色のところに、カーソル、Apple Pencil を持っていって、この状態で選択して上下に動かしてあげる。そしたら、この今色相が変わってるの分かりますよね。こんな感じでダイレクトに変えることができます。
で、今、色相タブが選択されている状態なんですけど、ここサイドタブを選択した状態で十字架を持って、画面をタッチしてスライドすると、サイドが変わります、次は。で、このやり方のいいところはですね、この的確に色を変えられる、こう狙ったところを決め打ちで色変えられるので、私はこれをよく使ってますね。なので、少し色を変えたいなって時は、このカラーミックスの横の十字架ボタンのところからぜひ変えてみてもらえればいいかなと思います。でですね、ライトルーム最初からこのデフォルトで、フィルターっていうのが何個か用意されているので、それをね、何個かお見せして、この画像は終わりたいと思います。はい。で、こんな感じで完成です。最後ね、正方形にトリミングしてちょっとインスタ風に仕上げてみました。でですね、ちなみにこのココタクシーめっちゃ楽しいので、キューバに行ったらぜひ一回は乗ってみてください。はい。ということでね、次最後の写真いきたいと思います。最後は、白黒の加工をやっていきたいと思います。モノクロ加工です。で、これもですね、さっきと同じようにフィルターが用意されているので、この中からですね、選んでサクッと編集していきたいんですけど、今回はね、白黒の型抜きっていうのを選んでいきます。結構バキッとした表現になるやつです。で、さっきと同じようにレンズ補正のとこですね、これオンにしてあげます。で、この車はですね、さっき緑色だったじゃないですか。なので、この緑色の部分だけをもうちょっと暗くしたいっていう時も、編集可能です。で、さっきやったのと同じように、このカラータブのところから虹色マークを選択して、そしたらこの下に、グレーミックスっていう項目出てくるので、そこで緑ですね。緑を選択した状態で、下の輝度のスライダーを左右に動かしてあげると、この緑色の部分、オリジナルの緑色の部分が色が変わります。で、この状態でライトタブに行って、細かい微調節ですね。をやってあげると、それなりにいい感じになるかなと思います。で、この白黒画像をですね、もっとバキバキにしたい方はですね、この効果のタブのところの明瞭度っていうのがあるので、ここをね、スライダーを動かしてあげると、一番マックスにするとめっちゃバキバキの絵になります。で、逆に0にすると、すごいマットな感じ、フラットな絵になります。で、最後ですね、こうやってトリミングして完成したいと思います。はい、ということでこんな感じで完成になります。かなりね、バキバキのすごいフィルターかかった絵になっちゃいましたけど、これが完成図ですね。で、これがビフォーです。で、こんな感じでサクッとね、画像修正ができるので、私はすごいライトルームをおすすめしてるんですけど、ちょっとね、最初だけ、とっつきにくい感じはあるんですけど、慣れてしまえばね、すごい、高度な画像編集ができるアプリなので、ぜひね、皆さんにも使ってほしいなと思ってます。で、もうちょっとしたらですね、Photoshop for iPad っていうのが Adobe から出るんですけど、もしそれが出たらですね、この Lightroom とすごい互換性がいいはずなので、今のうちにね、この Lightroom を覚えておいてもかなり損はないかなと思います。はい、ということで今日は以上にしたいと思います。もしね、なんか質問とか感想とかあれば、コメントの方に書いていただければと思います。はい、ということで今日はご清聴どうもありがとうございました。バイバイ。